やりほー、キャコエでー。今回はサムネにもある通り小説版犬夜叉のお話です。ついに手に入れました。小説版の犬夜叉。ぐふふ。この度皆さんと内容をシェアハッピーしたいなと思って購入いたしました。サムネに前編って書いてるって？そうなんですよ。長いんです。気になるポイントめっちゃ多いんです。前編後編になることをご了承くださいませ。犬夜叉から小説出てたって初めて知った方も多いんじゃないでしょうか。この小説の発売は2004年になります。2004年というのはアニメ犬夜叉の無印が終わった年でもあります。実際に発売されたのは12月のことなんで、アニメが終わってすぐぐらいですね。他に原作があるコンテンツを小説化する場合、ノベライズ、逆に小説なんかを漫画にすることをコミカライズなんか言いますよね。ノベライズとかコミカライズって英語なんですかね。それともカタカナ英語？話はそれましたが、漫画原作がノベライズすると特定のキャラのスピンオフや作品自体の外伝的扱いやったり、後日談的なアフターストーリーを語っていたりと、ファンにとってはよだれもんなわけです。そんなこと言ったって小説は敷居が高いとか、字で読む犬夜叉ってなんか違和感を感じると思います。書店で見かけたことはあったけど、なんとなくスルーしてた人もいるんじゃないでしょうか。そんな方のために小説犬夜叉の基本情報から肝心の中身まで掘り下げていこうと思います。原作との違いや変更点なんかも紹介したり、小説で発覚した新設定もあります。一応断りを入れておきますが、原作の設定を変更するのは他の作品でも多々ある現象です。小説における脚色は物語の進行上必要な場合だったりもしますし、様式美的なこともありますから、何卒ご了承いただいた上で本編をご覧ください。さあ一体どんな内容なんだと、早く内容を教えろよと、そういう声が聞こえてきそうなので、早速本編やっていきましょうか。それでは皆さんいきますよ。レッツ夜叉行。基本情報。まずはじめに基本情報からおさらいしておきましょう。先ほども言いましたが、発売日は今から17年前の2004年12月10日。アニメが終了したのがその年の9月13日になります。ファン待望の小説化というタイミングですね。ファンはアニメロス中に小説に救われたわけです。アニメは終わりましたが、依然として3年の連載や単行本の発売は継続されてました。アニメが終了した理由は話すとちょっと長くなるので割愛します。絶好調の中、アニメが終わったという認識でいいと思います。単行本もめっちゃ売れてましたしね。はい。小説の話なんですが、実は挿絵が描かれてます。ちなみにこんな感じ。いいですね。もちろん高橋留美子先生の書き下ろしです。小説のためだけのイラストを収録してます。はじめにポスターがついて、作中の数々のイラストが差し込まれてて、その数なんと10枚以上。豪華っすね。これだけでもだいぶ価値があるんではなかろうか。イラストがあると作品の想像力が深まります。キャラコは好きです。シナリオの話に行きましょう。小説のシナリオを考えたのは高橋留美子先生ではないんですね。はい、違う方が担当されてます。その方はコンパルともこさんという方で、経歴を申しますと、アニメうるせえやつらやタッチ、とっとこハム太郎などのシナリオを担当されていたということで、昔から留美子先生と面識のある方やったみたいです。豆知識なんやけど、先生と同じく生粋の阪神ファンなんだそうですよ。先生は阪神タイガースのコスプレをしたかごめの絵を描いてたりもするんで、まさしく生粋感がひしひしと伝わってきます。すっごいファンってことやね。本の値段を言ってなかったですね。この本の定価なんですが、本体価格が686円プラス税ということで、この当時の税金っていくらやったんですか？確か 5% かな。はい、合計で720円になります。はい、1000円からお預かりします的な感じやったんでしょう。それにしても 5% って夏いな。あかん、年齢バレるな。10% きついぜということで、次行きましょう。ざっくり内容紹介。ここからは肝心の内容に注目していきましょうか。結論から言うと、犬夜叉の登場から逆襲の夜、逆襲したか。結論から言うと、犬夜叉の登場から逆さがみの由良までのエピソードを243ページにまとめています。
単行本で言うと1巻から2巻の第3話玉写しまで。小説では話数ではなく章という表記になっており、プロローグがあって第1章から第11章の構成になっております。この内容っていうのは漫画の内容をほとんど踏襲してて、後でお伝えするんやけど、小説なんで漫画と違うところもあります。アニメもそうやねんけど、漫画をベースにするときはカットの間のストーリーを描かなければならないことが多々あって、小説ならではの言葉で犬夜叉の世界を拡張してくれているなって感じました。ルミ子先生の挿絵も相まって、普段漫画では味わえないような感覚で読み進めることができます。漫画では使わない文語的な言い回しが逆に小気味よく難しい表現もあるんですが、小説を読んでる感を増してくれていて満足感がアップしました。ほとんどの内容は漫画に即した物語になるんですが、漫画では省略されてる部分をうまいこと補ってくれてます。カゴメの心の声やったり、犬夜叉の感情がめっちゃ感情移入しやすいように表現されてるので、一気に読んじゃいますよね、これは。小説で発覚した新しい設定や変更点について。それでは皆さんが原作1巻2巻の内容を把握しているという前提で、小説で発覚した事実や変更点なんかをご紹介していきます。時系列順でいきますと、はじめはプロローグといった形で桔梗が犬夜叉の左胸を射抜くシーンっていうのが描かれてます。そこから第1話としてコミックと同じ封印された少年に入ります。では皆さん、ヌバタマってご存知ですか？プロローグがそこから始まります。ヌバタマの意味は何かって申しますと、非奥義の種子のことらしいです。これやね。黒いことから和歌でヌバタマのっていうのは黒、夜、神、夢などにかかる枕言葉として用いられてるって書いてました。激黒やんね。松崎しげるさんも脱帽やと思う。簡単に言うとめっちゃ黒い、漆黒っていう意味です。ヌバタマのテレビとかヌバタマの車とかに使うんですかね。はい。ちなみにこんな感じね。花が咲くと見たことあるかないかわからん感じですかね。あとはダビ？読み方めっちゃむずいんですけど、ダビって言います。仮想の類語で死体を焼いて弔うこと。両方はダビに付すなど、まあ普段使わないですよね。なんかお茶飲みたくなってきましたよね、字面的にね。こんな感じで小説らしく小難しい表現が多いです。そこがいいんですけどね。第1章封印された少年の気になったポイント。その1、日暮神社が建てられたのは戦国時代。キャラコね、知りませんでした。戦国時代といえば井戸の向こう側、犬夜叉の世界です。井戸の周りに神社ないですよね。あれ？おかしいんですけど、よく考えると戦国時代も長いですから、井戸の向こうが戦国の前半期、神社が建立されたのが後半期と考えれば、まあ納得でしょう。戦国時代は100年くらい続いてますもんね。現代、地元ではそこそこ有名な神社になっており、夏祭りも開催されてますし、厄除けで評判が上がって、遠方からお祓いに来る人も多いと記載がございました。そういう収入源もちゃっかりといった感じでしょうか。気になるポイント、その2。カゴメのパパの死因は事故死。序盤から衝撃。カゴメのパパの生死は原作で一切語られてはいません。小説で初例の情報です。びっくりんです。どういった経緯で事故死したかは明言なしでもやもやしますが、日暮神社はパパの実家らしく、ママ、ソータ、カゴメの3人は引っ越してきた模様です。それまでは別の家で家族4人で暮らしてたってことでしょう。じいちゃんはばあちゃんが死んでからずっと一人で神社に住んでたんですって。はい、気になるポイントその3。井戸の深さはカゴメの身長の3倍ほど。これ地味に驚きですよね。めっちゃ深いやーんっていうわけでもないし、めっちゃ浅いやーんっていうわけでもない。井戸業界に精通してないんでわからんねんけど、程よき深さといったところですか。カゴメが自力で登れるくらいなんでね。今の基準では30メートル未満は浅い井戸になるらしいです。戦国時代よりも昔は水が汲める井戸やったそうです。時代樹の材木で作られてるから時代を超えれるんですけど、犬夜叉はしょっちゅう現代来てたし、
ムカデ上郎やユラの髪の毛も現代に来れてたんで、一部の妖怪はなぜか時空移動できるっていう、そんな不思議な井戸、骨食いの井戸でした。どんどん行きましょう。まだ第1章ですからね。尺やべえ。気になるポイントその4。耳の感触は、ブヨよりも犬夜叉の方が気持ちいい。最初に出会ってそれ思います？カゴメはやはり鋼の心、鉄の女ですね。どこでも生きていける系女子。犬夜叉の方が心地いいっていうのが、まあいいですよね。ブヨが気持ちよくないってわけではないと思いますが、犬夜叉が初めて現代に来た時も、ママとソータがすぐ耳触ってたんで、家系ですね。血は争えない。私にも触らせてってことで、まあここまでで第1章結構ありますよね。第2章、蘇る犬夜叉。気になったポイントその1。カゴメは幼稚園からずっと徒競走で1位。足長いし、いいですね。これね、取り上げるか迷ったんですが、カゴメの身体能力シリーズ、紫根の玉の影響もあったんじゃなかろうかと踏んでます。そもそものポテンシャルもあるんでしょうけど、紫根の玉は人間にも影響しますからね。丸々持ってたカゴメは強かった。頭もいいですからね。ちゃんと学校通ってたら上位の成績だったはずなんです。数学は苦手みたいなんやけど。気になるポイントその2。脇腹からの出血がすぐ治っていた。ムカデ上郎に受けたダメージで横腹を負傷してます。その時に紫根の玉を取られるわけなんですが、普通の中学生なら致命傷になりかねない重傷もんです。すぐに出血止まって傷も浅かったそうです。さっき言った紫根の玉パワーではなく、巫女パワーとおっしゃられてました。気境の生まれ変わりで運命のいたずらに翻弄されるカゴメですが、巫女パワーに救われることも多い印象。人生的にトントンでしょうか。犬夜叉にも会えたしね。これは無理やりですね。すみません。はい。3章、玉を狙うもの。と行きたかったんですが、気になったポイントはキャラ子的には何もなかったので、次の4章に行っちゃいましょう。第4章、渋ガラス。気になるポイントその1。悪しき者が来た時にどう戦うかを話し合う楓。来た楓ばあちゃん。カゴメが戦国に来て紫根の玉が妖怪に狙われる構図になった前回の章から、ムカデとか犬夜叉とか悪い人間とかに狙われてたわけです。そんな中、村のメンバーと楓は今後の立ち回りを話し合ってたそうです。原作ではなかった演出です。カゴメが楓に紫根の玉を預けたいって提案してるんですが、楓に断られます。これも原作未収録の内容。気になるポイントその2。ご神木、時代樹と村の位置関係が明らかに。新設定ですね。現代での位置関係が発覚です。ご神木と村の間には現代で言うと、駅前から続く商店街が途切れて、古くからの住宅街に変わるあたりだそうです。そんな遠い距離ではなさそうですね。商店街もそこまで長くないし。ちなみに村の正式名称は六花村。夜叉姫の話になるんやけど、村から10兵衛がいる屍屋までの距離、今の東京から横浜ぐらいの距離だそうです。第5章、カゴメの矢。気になるポイントはオンリーワンです。小吉の年齢は3歳。年齢は原作未収録。渋ガラスに捕まった少年でお母さんに名前を呼ばれてたのが印象的。犬夜叉に殺されそうになったけど、カゴメちゃんの優しさで生き残ってる。彼の年齢は3歳。ということで以上。長くなりそうなので、本日はここら辺で休憩して、次回6章から11章ラストまでキャラ子が気になるポイント、皆さんとシェアハッピーしたいところをお届けできればなと思ってます。またこのキャラ子のチャンネルに来ていただけたら後半の動画出てると思うので、気になる方は通知を見逃さないようにチャンネル登録よろしくやで。高評価だけでもモチベ上がるんであざーすです。夜叉姫2期に向けてむちゃくちゃなんか知識中な感じになってるキャラ子がお送りいたしました。この小説がもし気になるって方いましたら、この動画の概要欄に URL 貼ってるんで、ぜひチェックしてみてください。中古なのか新品なのかはわかりませんが、一応リンクを貼っておきます。それではご視聴ありがとうございました。次回の夜叉講でお会いしましょう。バイビー。